こんにちは、稲香です。いきなりですが皆さん、青春18切符はご存知ですよね。青春18切符は、言わずと知れた企画切符の代表格で、新幹線を含めた急行列車に乗車することはできませんが、JR 全線の普通列車が5日間乗り放題の破格の切符です。普通列車だけとなると、長距離の移動はかなり苦痛と思われますが、金より暇を持て余普通列車をこよなく愛する鉄道ファンに人気の切符になります。しかしながら、ムーンライトながらに代表されるような、かつて多く運行されていた夜行快速の廃止や、整備新幹線の開通による並行在来線の経営分離により、有用性がどんどん低下していったり、2024年に改悪されて利便性が大幅低下してしまったり、そもそもその存在自体が危ぶまれているなど、これからも前途多難が予測される青春18切符ですが、今回はそれに詳しく触れる動画ではないので置いておきます。私も学生の頃はよくお世話になりましたが、尻がもう長距離移動にた社畜として休みがなかなか取れなくなり、最近はもっぱら新幹線と飛行機に普通切符を組み合わせて旅しています。18切符期間内の方が飛行が良かったり、閑散期だったりとメリットは多いです。そんな青春18切符で地味に反響を呼んでいるのが、毎回発売される時期に駅に掲示されるポスターです。情緒感じるキャッチフレーズに旅情をかきたてる写真が人気です。そしてそんな青春18切符のポスターに採用されたことで、たちまち有名になり、観光客が押し寄せるまでになった駅があります。今回はその代表格である JR 予讃線下灘駅をご紹介いたします。下灘駅は愛媛県伊予市にある JR 予讃線の駅で、1935年に開業いたしました。当初は終着駅でしたが、開業からわずか4ヶ月後に予讃線が伊予長浜駅まで延長され途中駅になりました。1998年から3年連続で青春18切符のポスターに採用され、一躍有名になりました。有名になりすぎて観光客がひっきりなしに訪れていて、ぶっちゃけポスターのような旅情を感じられないのが現実です。ホームのベンチでは写真撮影の待機列ができるほどです。予讃線は下灘駅が所属する旧線と1986年に開通した新線があり、旧線は存廃議論に上がっていますが、観光列車の伊予灘物語が運行されています。伊予灘物語は下灘駅に運転停車し、停車中は車外に出ることもできるので、こんな感じでさらに人であふれます。かつては海が目の前まで迫り、日本一海に近い駅とも言われていましたが、駅向かいの国道を開通させるために埋め立てられてしまったため、正直今はそこまで海に近くないです。 JR 鶴見線の海芝浦駅や島原鉄道の大岬駅の方が海に近いです。ホームは一面一線、かつては一面二線の交換可能駅でしたが、予讃線の新線開業後に駅舎側の一線が撤去され、
さらに段差をなくすためにコンクリートで埋められています。駅舎は開業当時の木造駅舎が残っています。中の写真は人が多かったのでこれしか撮っていませんでした。こちらは時刻表。前述の通り下灘駅のある旧線は幹線の座を新線に明け渡し、1日10往復しかない完全なローカル線になっています。10往復が多く感じるのは完全に毒されていますね。なので列車で訪れる人は多くなく、ほとんどの人は車を利用します。臨時駐車場すら設置されるほどです。この状況は日本最南端の駅である JR 指宿枕崎線の西大山駅によく似ています。下灘駅はまだわかりますが、西大山駅に車で訪れて果たして面白いのでしょうか。こちらは松山駅方面、こちらは硫黄大津駅方面です。正直人が多すぎてうんざりしていたのですが、やはり海をバックに撮るホームは旅情があります。駅名表も良いですね。早朝に車で訪れるのが正解かもしれません。休日は松山駅発の始発で来ても観光客がいるみたいです。続いて航空写真から駅周辺の移り変わりを見ていきましょう。こちらは1975年の航空写真です。国道がまだ未開通なので駅が本当に目の前ですね。今もですが駅前は山がすぐ近くまで迫っているので道路は狭く住居は少ないです。こちらは現在の航空写真。海が埋め立てられ国道ができました。しかしながら直接国道から駅へアクセスする道はありません。もともと少なかった駅前の住居の数はそんなに変わっていません。そんな下灘駅の1日の利用者数は乗降人員にして2022年で84人でした。駅前の規模にしては利用者が多いのは観光客の影響もありそうですが、駅から西に 1km ほどに旅行も備えた集落があり、そちらからの利用者もいそうですね。普通にこの集落の中に駅を作ればよかったのでは。鉄道以外のアクセス手段ですが、この区間バスが通っていません。まあ前述の通り、幸いにして列車の本数は1日10往復と多いので訪問難易度は高くありません。松山方面から自転車で訪問する場合は向原駅から河野川駅間は峠越えになるためご注意ください。いかがでしたでしょうか。正直人が多すぎて期待したほど感動はしないのですが、うまく人がいない時に来れれば絶景を独り占めできるので、平日を選ぶなど戦略的に訪問するのがおすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。